申し訳ございません。いきなり音声トラブルです。このくだらねえ話がメインだったのですが、オープニングの音声が無事で、その後すぐ撮ったこのマイクパフォーマンスが入っていないとは、とほほ。仕方がないので、しっかり口の動きを読んで当てレコしていきますよ。今回使用いたしますのはこの商品、ヤマハヤマルーブギアオイル。以前ブレーキフルードを交換した時はホンダのブレーキフルードを使用いたしました。このアドレス125はスズキ、今回はヤマハです。この撮影日がですね、2020年3月26日。このヤマハヤマルーブギアオイルを買うたんが2019年3月17日です。約1年前でございますね。ですので見てください。ホコリが溜まってます。腰が重い。あとツイッターでサノスさんがギアオイルを変えたってツイートしておりましたんで、おかげさまで重い腰が上がったというわけですね。あとは何を喋ったんか覚えてません。行きましょう。さて、平行なところにね、場所を移したわけなんですが、ちょっとハプニングがありまして、隣のおばあちゃんがですね、隣のうちの庭の木に洗濯物を落としちゃって、それをすごい取りづらそうでしたのでお手伝いをしてきまして、無事取れました。はい、じゃあやっていきます。ファイナルギアオイルはここにですね、入っておりますね。こう2箇所触ります。まずファイナルギアボックスのオイル漏れがないかをチェックしましょう。この辺りですね。はい、汚れてるだけでオイル漏れはございません。まずこちらですね、ギアオイルレベルプラン。まずこっち外していきますね。取れました。で、このガスケットワッシャーですね、新しいのを買っておりますので、まだそちらに交換いたします。去年の3月に同じ時期に購入しておりました。これもモノタロウで1つ116円税抜きでございます。で、これ取りましたら、穴の下部ですね、穴の中覗いてもらって、この穴の下の端までオイルがねあるか確認いたしましょう。全然見えんけど、ライトを当てて、なんか入ってるっぽいですね。日頃の点検はこれで行ってください。こちらですね、ギアオイルドレンプラグなんですけども、こちらを抜いたらファイアルギアオイルがですね出てくるという形です。これオイル交換するようにこうだけど、オイル交換ねお店でしちゃうんでね、これ使わないんですよね。中身はこんなんなんですけど、だいぶねオイルを染み込ますことができるので、これ使ってみましょう。ずっとね、うちの木の庭に住んでるキジバトが鳴いてるな。垂れ防止で位置をつけておきます。さあ、では抜いていきます。はい。ポタポタになりましたね。できるまで待ちましょうか。これができたらですね、上の穴からですね新しいギアオイルを入れるんですけども、これがちょうど60入るやつですね。注入型軽量容器200円です。税抜き。こちらですね、使って入れていきます。量なんですけども、交換時、今回ですね、交換するときは 50ml ですね。ここまでで OK でございます。で、ここをね、分解するような時があれば 60ml 入れてください。斜めにしてみます。さすがに色もちょっと悪いですね。ほぼほぼできたような状態ですかね。よし、こんなもんでしょう。こんな感じですね。この量がね 50ml あるのかわかんないんですが、ウエスで拭いときましょう。頑張っている人もいりません。これはですねまだまだ使えますんで当分置いておきます。ギアオイルドレンプラグのこちらのワッシャーガスケットですね、これを新品に変えていきましょうか。はい、これですね。少し曲がってんのかぐらいで、使おう思ったらね使えるんでしょうけど、新品に変えましょうということですので、こちらに変えますよ。これですね、一応4つ買うております。品番がですね、09168-08008 09168-08008。こ
こちらが使ってたやつ、こちらが新品です。締め付けトルクはですね12ニュートンメートルです。ではこちらにこれを入れていきます。ほこり色がね全然違いますね。今ちょうどですね50オーバーで入れて刺した時にちょっとね出ましたので、今ジャストぐらいです。これを入れていきましょう。下手くそこぼれてるじゃねえか。若干漏れたからね、プラスアルファ入れておきます。 OK。 ちょっと漏れてるんでね、プラスアルファはあんなに入れなかったっぽいですね。その間にですね、このギアオイルレベルプラグもね、ワッシャーガスケット入れておきましょうか。お乳です。もういいかな。よし、じゃあつけていきましょうか。いや、垂れとるしな、若干垂れてます。プラスアルファがね完全に余計でしたね。いいかな。では失礼します。はい、トルクは12ニュートンメートルですね。うっすら掃除しておきましょうか。それだけ走ったギアオイルの汚れがこれですね。分かりますね。こちらではないです。こっちですね。なかなかの色してますね。で、新しいオイルはこっち25000走ったね。ギアオイルの色はこのような色となっております。もっと頻繁に交換してもいいですね。次どうしようかな。5000キロぐらいで色見てみます。次はじゃあ3万キロになったらオイルの色をね見てみようと思います。駆動系の異常がないかだけ見ておきましょうか。せよかて駆動。クロラドレスのギアオイルの交換をしようと思うんですが、走行距離は12951キロ。ギアオイルの汚れはいかがなものでしょうか。意外と色が悪い。汚れてるな。汚れてるな。25000よりマシなんやろうけど、こんなもんでしょう。想像より黒かったな。こっちちょっと2日経ってるんでね、色あれなんですけど、これが今12000キロのギアオイルの色ですね。だからもっと早めに交換してもいいかもね。ええ音。今回これですね。こっちが新しい入れたてのオイルでございますが、こっちはですね古いギアオイルです。エンジンかけていただいて駆動のまだ喋っとうねんけどね。ギアオイルの交換時期はいつなのか。1万キロです。そら黒いわ。ということで今回ですねファイナルギアオイルの交換でございました。いかがだったでしょうか。ヤマハのギアオイル使いましたけども、まあ何でもいいと思います。ギアオイルのね専用のチューッとこう注入しやすい形でね売ってるようなやつもございますので、ちょうどね私が買おうと思ったらそれ売り切れてたんでこれ買いまして、これ1リットルありますんでね何回交換できんねんって話なんですけども、まあ作業自体はねそんなに難しいもんでもありませんので、オイル交換ばっかりね目がね行きがちなんですけども、ちょっと忘れがちなギアオイルも交換してみてはいかがでしょうか。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またコメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。